とりあえずからしてはこのアンテナを作って、電話したらすぐで、このバット以前ここで買っていただいたんですけど、これが今オープン戦とかで使ってたらすごい感触が良くてしっくりくるから、でもう5月の連休でシーズン開幕なんで、そこに間に合うようにこれと同じものをオーダーしたいということで、今度はこれ現物預からせてもらって同じものを再現するっていうオーダーで注文を受けてます。どれがいいとか悪いとかっていうのは何とも言えないところで、その選手の希望でもうパワーでバチンと当てて弾きで飛ばすっていう選手はやっぱ硬いメープルとかそういうのを好みますし、力がなくてとかあとはバットのしなりで打つようなタイプの選手はこういう柔らかいシネとかカバとか、こういう青ガモとかね、今ちょっとうちはもう仕入れはやめたんですけど、ホワイトアッシュとかそういうしなりのある材料があるんですけど、そういう木が使われたりします。これはまたヤチダモって違う素材なんですけど、これ今少年用とか軟式用に使われる材料で、昔オーサンダーの時代はこれ使っとったんですけど、圧縮バットって中に樹脂入れて固めるバットがまだ認められてた時代、こうやって銅管がこうやって穴がある方が中に樹脂入れ込むんで中に浸透しやすくて、逆にこういうメープルとかと入りにくくね、樹脂入りにくいんでこういう木が良かったんですけど、今ルールでダメになったんで、今もうほとんど使われない。なんでかいうとその樹脂入れて片面とこれこのまま使うとすぐボサボサになるんですよ。ちょっと高校に持って行ってどれぐらいでボロボロになるかちょっと試したいから言ってもらったら1週間もたたんとこうなったんですね。で木製バットもボールの打っていい面と悪い面ってあって、ボール打ったらダメなとこにマークをしてあるんですよ。青ダムとかは年輪のとこが打ったらダメで、こっちのマサ目の縦の線のとこで打たないとダメなのが、こっちのメープルとかは逆でマサ目の縦の線の方で打つよりもこの板目の丸い面のとこで打った方が強いっていう風に、その木の種類によって強い弱いが木目が違って、で僕らはそれ見てマークを押すようにしてます。
本のオーダーに対して1本バット削るっていうわけじゃなくて、1本のオーダーに対して2本とか削る時もあるし、下手したら3本ぐらい削る時もあるしっていう、初めて削る太さとか、極端な今までやったことないような形状とかやったら、とりあえず当てずっぽでだいたい今までの経験でこれぐらいかなっていうので削ってみて、あとはそこの誤差を2本目3本目で埋めていく。そうすれば形状変えてよければそこで調整は効くんですけど、やっぱこのモデルって決まってしまうとそこは触れないんで、だから最初の材料選びが肝心、そこで決まってしまうんで。一郎です。はい。
ゴシゴシしすぎると形も変わってしまうんで、そこも気をつけながら細かい作業にはなります。ここまで磨き上げないと綺麗に色も入らなくて、少しでも線が残ってたりすると、色を塗った時にその線がそのまま浮き出てくるんですね。ペーパーの跡が本当にくるくるくるって線がいってるんですよ。その線が色を塗った時にしっかり出てきます。どうしてもやっぱり生ものですので、割れがあったりとか、例えばこういう穴が開いてる状態なんです。この時点でしか見つからないものもあるので、どうしてもそれは仕方ないんですけど、見落とさないようにここでしっかりチェックします。こんな風に寝てまた磨きをかけると穴は消えるので、今手でやるとさっきの穴はもうわからないような手触りもゴールドの
手削りの職人さん残ってるところもあるんですけど、まあ富山に限って言えばもううちだけですし、まあオーダーメイドはやっぱりその一本一本ね、細かい選手の要望に、まあ、柔軟に対応できるんで、やっぱりその既製品のものっていうとね、やっぱどっか妥協せんと、ダメなとこがあると思うんですけど、まあそのどこも妥協することなく、まあその自分の感覚に合うものを作れるんで、まあやっぱそのバットはね、まあ、選手からしたらその体の一部というかね、大事なその相棒になるんで、まあそういうものをそうやってこだわって作ってもらって、で使う時もやっぱり愛情とか愛着がね湧くと思うんで、まあ大切にそうやってずっと長い間相棒として、一緒に戦ってもらえたらいいかなと、思います。